こんにちは、宮沢優衣です。今日はですね、教師のことが嫌いでたまらない子どもたちのリアルな言葉を紹介、こんなテーマでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。非常に残念ですけれども、学校の先生のことを大好きでいてくれる子どももいれば、もう私は先生のことは大嫌いです、もう関わりたくありませんっていうような子どももいたりします。でも生まれつき先生のことを嫌いで、お母さんのお腹から生まれてきた子どもなんていうのはいないわけですね。必ず理由があるんです。先生たちを嫌ってしまう子どもたちには共通点があるんですね。それに僕が気づいたある女の子からもらった一通の手紙のある文章一節がありました。今日この動画最後までご視聴いただければですね、その女の子が僕にくれた手紙の一節から子どもたちが何故、学校の先生のことを嫌いになってしまうのかなっていうようなそんなことに関するヒントが得られるかもしれませんので、よければ最後までご視聴ください。よろしくお願いします。宮沢優衣教育研究所。さあ早速ねやっていきたいと思います。いつもだったら結論はこれですよっていうのをお伝えするんですけれどもごめんなさい、今日は結論最後に回したいと思います。まず一人先ほど紹介した女の子について少し紹介させてください。小学校高学年でした。もともとは僕担任していませんでした。隣のクラスのね、先生が担任している子供でした。でその担任の先生もですね、僕は非常に仲良かったんですけれども、その女の子に対して言い方ちょっと悪いけれども手を焼いていました。何か暴言をしたり反発をしたり徒党を組んで、先生に対してバッシングクレームをしてくるっていうことでもないんですよ。陰口を言うわけでもない、悪口を言うわけでもないただただ目が暗いんですね。暗い目で教師のことを見ているわけです。非常に斜に構えてるわけです。イメージで言うと、先生がこれ今からじゃあこういう学習活動しましょうかって言った時に、めんどくせえな、よしょうがねやろうかっていうようなことを言わないんだけれども、態度からプンプンと出てて本当にいやいややってる。ただめちゃくちゃ賢いからものすごいクオリティの高いものを仕上げてくるんで、成績も下げるに下げれないし、目立って直接的に反発陰口してるわけじゃないので、保護者にもどうシェアしていいのかわからないし、その子ども本人にも指導しようにも指導しづらい、尻尾をつかめないというか、非常にやりづらさを感じているような、そういう子どもが隣の先生のクラスにいたわけですね。それが翌年度自分がクラス替えがあって担任をさせていただくことになりましたっていうことですね。その女の子、そういう女の子がいたっていうことです。その女の子が1年間紆余曲折経ていろんな取り組み活動、僕からのアプローチいろいろありました。褒めたこともあれば叱ったことも実あります。先日教師は怒鳴るななんていう動画をね配信したんだけども、怒鳴ったことも実はね良くないんだけれどもあったりします。でそんな子供だったんですけれども、最終的に1年間が過ぎた後に教室の中で大笑いできるようになったんですね。目が暗い子が大笑いして友達と遊んだり鬼ごっこしたり、授業中なんか手を挙げて発表してくれたり、もともと賢いですから結構鋭い意見も、友達にそれは違うんじゃないのとか、こういうことしていこうよっていうような、むしろ反転して学級をまとめていくようなものすごい存在感を示すような子供になってくれたわけですよ。じゃあなんでそういうふうになっていったんだろうか。僕はあんまり答えは分かりません。そんな彼女に対してめちゃくちゃクリティカルヒットの素晴らしい指導をすることができたっていうような自信はこれ謙遜でも何でもなく本当にないんですね。ただ彼女がその1年間が終わる最終日に一通の手紙くれたんですよ。便箋で2枚ぐらいびっしり書いてありました。その手紙を読んでですね、ハッとしたんですね。こういうことだったんだな、なんとなく分かった気がしました。今日はそのいただいたお手紙のほんの一節、文章で言うとたった2行になりますけれども、そこだけ紹介したいと思います。子どもの本音がすごく透けて見える気がするんですね。読みます。最初いっぱい書いてありましたけれども途中から、実は私はもともと大人が嫌いで、特に理由も教えてくれないのにルールだからといって子供を縛り付ける大人が大嫌いでした。だけど宮沢先生は〇〇は何々だからこうするんだよという理由を子供だからと子供をバカにしないでしっかりと
教えてくれました。この後も続きます。勘違いしないでください。うまくいったっていうことをアピールしたいわけじゃないです。この子供からこんな嬉しいありがたい手紙をもらうことができたんですっていう自慢をして承認欲求を満たしたいわけじゃないです。そうじゃないです。だけれどもこの手紙から子供の本音が透けて見える気がするんですね。そしてそれをシェアすることが教育界全体においてものすごく意義があることだと思うので紹介させてください。僕はこの一節を読んで2つのところに目が釘付けになりました。1つ目はですね、ルールだからといって子供を縛り付ける大人が大嫌いでした。正直もうハッとしましたね。なんか自分のことを言われているような気がしました。ルールっていうのは誰のためにあるかっていうと、みんなじゃないですか。学校でいうと子どもたちですよね。子どもたちが幸せに生活をしていくために学校のルールがあるわけです。お互いいろいろ我慢しましょうよ、制限かけましょうよ、みんなの幸せのためにねっていう、みんなの幸せのためにルールがあるじゃないですか。順番としてはみんなの幸せのためにルールがあるんですよね。ところが子どもからしたらですね、一方的に押し付けられるルールっていうのはみんなのための幸せのためのルールじゃなくってルールを守るためのルールになっちゃってるじゃないか。私たちただそれがストレスでたまらない。本当に先生、そのルールって私たちの幸せのことを考えてくれてんの？考えてないよね。私たちがルールを守って従順に動いてる姿を見て幸せになってる、本当に幸せになってんのはあなただよね。周りからの目、周りからの評価、そういったものが下がらないようにあなたがあなたのために、あなたの幸せのためにルールを守らせたいんだよねっていうところが多分透けて見られてる気がするんですよね。僕は今の文章を見てハッとしましたよ。そういう経験ありましたもん。何度も子供に対してルール守りなさいよっていうのは子供の幸せのためじゃなくって俺の評価、同僚からの、保護者からの、教育委員会からの、そういうような自分本位な目線で子どもたちに語ったことがそれまで何度もあったんですね。この言葉を見て、子供って分かってんだなルールだからといって子供を縛り付ける大人大嫌いなんだな、何とも言えない気持ちになりましたね。そして最後2つ目、ここです。子供だからと子供をバカにしないでしっかりと教えてくれました。教えてくれました。あれ、この子供って最初斜に構えててルールとか押し付けられるの、教えられるのって嫌いじゃなかったの？嫌なんじゃないの？っていうふうに思ったわけですよ。でもこれはしっかりと教えてくれました。教えてもらいました。教えてもらって嬉しかったですってポジティブな気持ちになってるじゃないですか。合点がいかなかったわけですよ。嫌だったんじゃないの？教えられるの、ルールとか押し付けられるの。実はそうじゃないってことなんですよね。子どもたちっていうのは一方的にルールは押し付けられるのは嫌だ、縛られるのは嫌なんだけれども、そうじゃなくってきちんと目的、理由を説明してもらって腹落ちストンとできて納得することができたことであれば、なるほどそういうことか、じゃあ私はこういうふうにしていこう、こういうふうにするのはやめようっていう行動変容に移していくことができるんですよね。そしてそれが成長につながっていく。その成長を子どもたちは望んでいるんだと。腹落ち納得ができることだったらむしろたくさん教えてもらいたがってたんだな。だからこの子に決定的に足りなかったのはおそらくストンと腹落ちできるような納得感。なるほどね、だからねっていうその納得感がない経験がずっと多分何回も積み重なってしまって、大人への不信感、教師学校への不信感として積もり積もって、それが暗い目、斜に構えた態度につながっていってしまったんじゃないのかなっていうふうに、今思い返せばね思います。だからこういう子どもと出会った経験を通して、やっぱり目的共有っていうのは大事なんだな。自分本位じゃなくて、自分のためじゃなくて、教師の立場のためじゃなくて、これはこうだからこうしていくことが大事なんだよって言語化してちゃんと伝えてあげられることが大事なんだな。そのためには一つ一つのことに対して自分自身が、教師自身がまず腹落ちさせて納得して言語化できるっていう状況で教壇に立つことが最低限
最低条件前提だなっていうふうに思ったんですね。そこからですよ、一つ一つの言語化をする。なんで学校に来んの、なんで勉強ってすんの、なんでおはようって言うの、なんで引き出しに物を入れるの、なんでカバンをきちんと揃えて入れなきゃいけないの、なんで朝の会すんの、健康観察すんの、なんで他人からの連絡があるの、なんで授業の最初に挨拶すんの、なんで教科書の準備すんの、なんで黒板の字って写すの、なんで白で書くの、赤で書くの、黄色で書くのっていう一つ一つの言語化を始めていったのがこういったことが経験だったっていうことですね。まさかその当時はですね、それがこういったお仕事に結びつくことになろうとは夢にも思いませんでしたけれども、でもその一つ一つの積み重ねが子どもたちと心を通わせていくきっかけとなっていったっていうことですね。結論まとめていきたいと思います。教師のことが嫌いでたまらない子どもたちのリアルな言葉というテーマでお話をさせていただきましたけれども、ここまでお話しさせていただいて皆さんはどう思いますか？子どもたちが先生のことを嫌いになってしまうその瞬間ってどういう思いを持った時だと思いますか？皆さんはどう思いますか？今の話を聞いて、あるいは今までの出会った子どもたちとのことを思い出して、僕はこう思います。先生が自分の都合で子供に対して意見とかルールとかを押し付けてくる先生、その瞬間に子供は自分の心の扉を閉ざしてしまうんじゃないのかな。じゃあそのために具体的にどういう指導をしていったらいいのさっていうところはですね、また明日からもですね、学級系の動画1日1本ずつ配信していきたいと思いますので、よければね、また引き続きご視聴いただけたらとっても嬉しい次第でございます。最後ですね、もうなんか 2,3 年前に出版した学級経営の心得なんですけれども、心得、担任の不安が自信に変わる150のメソッドということで、150個僕が大事にした学級経営のポイントを紹介してるんですけれども、その一番最初、心得第一、子供を第一に考える、やっぱ一番大事なところですね。僕150個並べてみて、一番先頭にやっぱ何を持ってくるべきなのか、いっぱいありますよ。大事なこといっぱいある。子供褒めるとか叱るとか本当にいっぱいあるんだけれども、一番最初書くべきことは何なんだろう、教師として大事にしたいこと、自分が大事にしようと心がけていたことは何なんだろうって考えた時に、やっぱりこれだった。子供を第一に考えるっていうところなんじゃないのかなっていうふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。